ネタ、クエスト2と3、どちらを買うべきか。1、外観、スペック、価格。2、VR ゲームでの画質。3、MR での比較。4、PCVR ゲームでの比較。5、まとめの順で進めていく。1、外観など正面からの外観は写真の通りで、クエスト3では3つの目のような構造が目立つ。左のクエスト2に比べ、右の3は本体の厚みが薄い。重量は大きく変わらないが、薄くなった分、装着時のバランスはクエスト3が優れている。標準ストラップの形状が改良されていることも効果を発揮している。だが、個人的にはどちらもエリートストラップの装着がおすすめ。純正ケースも購入したので比較。左のクエスト2用に比べて3用は短く幅広、厚みは3用の方がやや薄い。2用ではエリートストラップを縮めて収納する必要があるが、3用ではそのまま収納できる。頭の大きさによるかもしれない。2、VR ゲーム。VR ゲームの画面はスマホのミラーリングなので、画質の比較は印象で、この画面はクエスト2でのスマホミラーリング。ゲームの動作速度はクエスト2、3で変わりはない。今のコマ落ちは通信の問題。実際の VR 画面ではコマ落ちはありません。こちらは同じゲームのクエスト3での画面。こちらもスマホミラーリングなので画質は参考になりません。実際に VR で見ていて感じる違いは、視界の広さ。解像度はクエスト2が 1832×1920 に対して、クエスト3が 2064×2208 と 30% ほどの向上で、場面によってはクエスト3の方が少し綺麗と感じる程度、ピクセルを感じないというところまでは到達していない。それよりも10度広がった画角の方が現実感を増している。3、MR。これはクエスト2のパススルー画面、右下に実写が見える白黒画面となることと、解像度が低く文字を読むことは厳しい。特にスマホの文字を読むことは不可能で、スマホの操作をするのもやや厳しいくらい。クエスト3のパススルー、ちょっともやがかかった感じではあるが、カラーであることも手伝ってかなり現実世界に近くなった。少し寄れば文字も読める。スマホの操作はもちろん、スマホの文字を読むことも十分可能。パススルーもミラーリングできるようになった。ご覧のようにコマ落ちはあるが、また現実世界とのズレがほぼないので、パススルー越しでの機械操作も容易。4、PCVR。クエスト2での PCVR。ソフトはマイクロソフトフライトシミュレーター。PC のグラフィックボードは RTX4070。ミラーリングでのスマホ録画なので画質は参考にならないと思う。動作は特に支障ない。こちらがクエスト3でのフライトシミュレーター。これもミラーリングでのスマホ録画。実際の VR ではクエスト3の方が画面が綺麗に感じる。動作は変わらない。5、まとめ。VR ゲームをするにはクエスト2でも十分なクオリティ。PCVR でマイクロソフトフライトシミュレーターをやるにはクエスト2でも十分なクオリティだが、3の方が綺麗に見えた。一方で MR に関してはカラーであること、解像度が高いことからクエスト3一択。予算があって MR も楽しみたい人はクエスト3、予算が厳しい人はクエスト2でも VR は十分楽しめる。今はクエスト2の中古が豊富に出回っているので、予算が厳しい人には検討の価値あり。
ご視聴ありがとうございました。